ちは、吉岡直樹と申します。ジャズベース講座の18回目ということで、今日は親指ポジションにおけるメジャースケールの3度についてお話したいと思います。今日の狙いなんですけれども、一つはですね、親指ポジションにおける3度の動きについてしっかり学ぶということ。それからスケールスタディですね。これはローポジションでもやりましたけれども、メジャースケールを練習するためにはスケールを上がったり下がったりすることももちろん大事なのですが、いろいろなインターバルを練習することでより多角的にですね、メジャースケールについて学ぶことができます。これは即興演奏であるジャズを演奏する上ではとても重要なことだと思います。さて、親指ポジションの、3度なんですけれども、これはですね、主に3つのフィンガリングがあります。例えばですね、G メジャースケールで、考えていきますと、この重音を、意識した、フィンガリングがあります。例えば、このようにですね、上がっていく方法があるんですけれども、これをさらに続けていきますと、非常にこの辺からですね、高いポジションになればなるほど、非常にこれは弾きにくいということが起こります。実用的とはあまり言えません。これなぜかと申しますと、弦の幅とですね、2つの弦の幅と、いわゆるフレットですね、フレットの間隔っていうのがですね、だんだん詰まっていくわけですね。この弦の幅っていうのはローポジションであっても、ハイポジションであっても、あまり変わらないんですけれども、このいわゆるフレットの間隔っていうのはどんどん詰まっていく。そうすると、もう親指ポジションの特に高いポジションに置きますと、このいわゆるフレットの幅っていうのがどんどん狭くなってですね、非常に重音が抑えにくいということになってきます。それから相対的にこの弦高もですね、このフレットのいわゆる幅に対して弦高が非常に高いので、重音の3度というのは非常に抑えにくいということが言えると思います。ですから、実用的なポジションっていうのが非常に限られるわけですね。ですから、今日の練習ではこのフィンガリングを、採用しません。それからもう一つなんですけれども、親指を積極的に使っていく3度というのがあると思います。例えば、これもですね、今ちょっと弾いたようにですね、途中まではとてもいいんですけれども、やっぱり最後の方っていうのはあまり実用的じゃない、今みたいにですね、結構情けないことになってしまいます。ですから、このフィンガリングっていうのも実は親指ポジションらしい表現ができるのですけれども、少なくとも3度ではですね、使いません。これはですね、21回目で説明予定の親指ポジションにおけるメジャースケールの6度ではですね、親指を使ったフィンガリングっていうことで練習していきたいと思うんですけれども、今回の3度では使いません。では、どういうフィンガリングを使うかっていうことですけれども、基本的にはですね、親指、使うこともあるんですけど、基本的には1の指、2の指、3の指を使って、1つの弦で上がっていきます。例えば G メジャースケールでいきますと、このようにですね、今までの中では比較的、ちょっと課題あるかもしれませんけれども、比較的安定した実用的なフィンガリングということが言えると思いますので、今日はこの、フィンガリングで、メジャースケールの3度、これを親指ポジションに置いて練習していきたいと思います。では、いつものようにですね、E メジャースケールから始めていきたいと思います。そして、基本的にはですね、2オクターブ目弾けるものは2オクターブ、弾いていきたいと思います。では、E メジャースケールから始めます。このようになります。前回ですね、前回の3音と4音のフラグメントと比べると、それほど目新しいことはないかもしれませんけれども、念のため説明していきますと、まず親指第2ポジションから始めます。で、この辺りでですね、親指を、1の指の前音、下から半音下に移動させておいて、ここは重音の状態にしておくと良いかもしれませんね。次
にもこの辺はですね、先ほど説明した重音のフィンガリングに結果的になっています。そしてあとは1弦でこうやって上がっていきます。降りていきます。で、ここで親指を使いますね。そして重音。それで、高いレンジではですね、なるべく、指をですね、これ寝かせるっていう考え方もあるようなんですけれども、ピッチカートでは基本的にはやっぱり親指をできるだけ立ててですね、垂直に弦を押さえることでよりクリアな音色になると私は考えております。では A メジャースケールに行きたいと思います。これも とてもよく似ています。A メジャースケールは1オクターブだけ練習します。このようになります。これも念のため説明しますと、最初は、親指第2ポジションから始め、この辺りでですね、親指を、半音上に、つまり1の指の半音下に移動させます。ここにシフティングが出てきます。ここで親指を1の指の前音下に移動します。このようになります。続きまして D メジャーの3度のインターバルですが、このようになります。これも説明いりませんね。大丈夫だと思います。続きまして、G メジャースケールになりますが、これは2オクターブ弾くことができます。これは先ほどやりましたね。1オクターブ目はですね、親指の第2ポジションで弾くことができます。そして、ここから2オクターブ目ですね。このようになります。では、続きまして C メジャースケールの3度のインターバルですが、このようになります。レガートにレガートに練習するようにしてください。続きまして F メジャースケールですが、ここからはですね、親指第1ポジションから始めることになります。このようになります。続きまして、B フラットメジャーの、3度のインターバルですが、これはですね、この楽器 C までしか指板がないんですから、フラジョレットですね、ハーモニクスを使うことによって、2オクターブ目を弾くことができますので、そのやり方で弾いてみたいと思います。これは少し説明したいと思いますが、最初はですね、親指第1ポジションで始めます。で、ここからポジション移動ですね。で、ここでもう1回ですね、同じペアを弾くわけですが、この時 B フラットはすでに親指にありますから、先ほど冒頭で説明した3つのフィンガリングのうちですね、親指を積極的に使っていくという要素がここでは使うわけですね。で、次が、ハーモニクスですね。ここでは親指を使います。で、次の B フラットは1で弾きます。
きまして E フラットメジャーの3度のインターバルですが、E フラットメジャーは実は E 線、この E フラットから始めていきます。念のため、説明したいと思いますが、親指第1ポジションから始めます。ただし、親指はですね、先ほどと違って、1の指の前音下にあります。この E フラットから始めます。ここでですね、親指を、1の指の半音下に移動させておきます。同じように2オクターブ目上がっていきますね。このようになります。下りは同じになります。続きまして、A フラットメジャースケールの3度のインターバル。これも念のためちょっと説明したいと思うんですけれども、同じように親指第1ポジションの1の指のですね、前音下に親指があって、その親指の A フラットから始めます。で、ここでですね、親指を1の指の半音下の位置に移動させておいて、このようになりますね。で、2オクターブ目の最初の A フラットの音は親指で弾きます。次の A フラットは親指にあります。そして C。で、次の A フラットは1の指ですね。このようになります。続きまして D フラットメジャースケールの3度のインターバルですが、このようになります。続きまして G フラットメジャースケールあるいは F シャープメジャースケールの3度のインターバルですが、これはですね、親指の第2ポジションから始めます。このようになります。最後にですね、B メジャースケールの3度のインターバルです。これもですね、先ほどと同じように、親指の第2ポジションから始めます。このようになります。いかがでしたでしょうか。今日の内容は以上です。特に真新しさというのはなかったかもしれないのですけれども、今までのですね、親指ポジションは2本、そして前回の3音と4音のフラグメントをしっかりできていれば余裕だったと思いますし、もしですね、やはりちょっと引き損なってしまったとか、レガートにならないとかね、そういったことがあれば、今までの親指ポジションについての練習をもう一度やり直して、しっかりですね、基本をマスターして演奏できるようになるということがとても重要になってくると思います。それでですね、重要なことはこれ繰り返しになりますけれども、親指ポジションにおいても指板に対してですね、まっすぐ押さえるということですね。そして弾く方はですね、指板に対して平行に弾くと。これについてはですね、どのポジションにおいても重要なことですから、親指ポジションがなかなかうまくクリアな音色で弾けないよという方はですね、ぜひこの基本的なところをもう一度見直していただくと良いかと思います。特にですね、ジャズのピッチカートの場合はですね、弓に比べて左手、これがややシビアだと私は思います。ですから左手はですね、もちろん闇雲に押さえるわけではないんですけれども、正しい方向ですね、指板に対してまっすぐに、押さえてやるということをですね、丁寧に徹底して、練習することによって、特に力まなくてもですね、非常にクリアな音色、これで親指ポジションで演奏することができるようになると思いますので、この指板っていうのもですね、決して飾りでここまで長さがあるわけではなくて、ちゃんと
ためにですね、指板っていうのはついていますから、ぜひ、コントラバスの音域、だいたい3オクターブとぐらいあるんですけれども、これをフルに活かして自由に表現できるようになったら良いなと、私自身も本当にそうできたら良いなと思っております。ではですね、次回なんですけれども、同じように、ウェーブポジションにおける今度はヨドのインターバルについてお話します。ヨドのインターバルというのは実はですね、ちょっと変則的な音狩りをしますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。